チャンネルメンバーワンダー隊員大募集。多くの荷物を運んでみんなの生活を支える宅配車。今日も走る宅配車。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日の乗り物ワンダーは宅配車を紹介するよ。宅配車だ。そういえば宅配車っていろんな大きさがあるよね。そうね。今日は佐川急便さんが特別にいろんな車を見せてくれるそうよ。やったー、見る見る。この辺だけどな。どこだろう。ポポ、ここが佐川急便さんの営業所よ。うわー、宅配車がいっぱい止まってる。ここ千代田営業所は東京都内向けの荷物が一度集約される場所なの。こんにちは。こんにちはポポ。佐川急便へようこそ。今日はどんな車を見せてくれるんですか？今日はいろんな種類のトラックを紹介するよ。よろしくお願いします。まず最初に紹介するのはこれ、ハイブリッド2トン車よ。街中で見かけたことはないかしら？このトラックは街中でよく見たことがある。後ろの扉は大事な荷物が乗っているから電子ロックの鍵がかかっているのよ。安全に荷物を届けてくれるんだね。さらにポポ、荷台の中を見てみて。床に何かがついてるよ。ローラーがついてる。そう、あれは重い荷物などを簡単に移動できるようにするためについているの。これなら運転手さんの作業が少しでも楽になるね。ちなみにこのトラックの荷台にはこのくらいの段ボールの荷物ならおよそ200個くらい積むことができるそうよ。200個も？うわー、たくさん積むことができるんだね。さらにこのハイブリッド2トン車は名前の通り一般的なディーゼル車よりも燃費が良く、排気ガスの排出量が少ない環境に優しいエコなトラックなのよ。いろんなことを考えているんだね。次に紹介するのはこちら、昇降車よ。これはさっきのハイブリッド2トン車と変わらないけど。そう見えるわよね。よく見ていて。後ろの荷台が低くなった。この昇降車は名前の通り荷台部分の高さが 1.9 メートルから3メートルまで上がったり下がったりするのよ。でもなぜ上がったり下がったりするの？実は都心部などのビルの地下駐車場の入り口は 2.1 メートル以上のトラックが入れなかったりするの。だから荷台を下げて入庫できるようにしているそうよ。そんな理由があったんだね。最後に紹介するのはこちら、スワップボディ車よ。うわー、大きなトラックだ。でもこれも大きなトラックなだけなんじゃ？そう思うでしょポポ。びっくりするわよ。でもその前にここでクイズよ。この宅配車は特別な形に変身するんですがどうなるでしょうか？ 1. 運転部分と荷台部分が分かれる。 2. 荷台部分が広がる。 3. 荷台部分が持ち上がる。どれだろう。
変身か、1かな。みんなも考えてみてね。わかったかな？正解は1の運転部分と荷台部分が分かれるでした。すごいな。後ろの荷台だけ綺麗に取れちゃった。どうなってるの？じゃあ実際に変身していく様子を見てみましょう。見る見る。おお、車が持ち上がった。その後は荷台の左右にある6本の足のロックを外していくのよ。おー、足が出てきた。隠されていたんだ。この状態になったらエアを抜きます。そうすると6本の足全部に箱の重さがかかります。そして最後に運転部分を前に発進すると、うわー、運転部分と荷台部分がどんどん離れていく。こうやって運転部分と荷台部分が分離できると、ドライバーさんと荷物を積み込む人が別々になることで、人手不足の解消や時間の効率化などにつながるんだそうよ。さらに空になった運転部分はまた別の荷台部分をつけて運んでいくのよ。スワップボディ車は普通のトラックかと思ったら、すごい秘密が隠されていたね。宅配車のこといろいろ分かったかしら？うん、宅配車が多くの荷物を運んでくれるから僕らが生活できているんだね。今日の乗り物ワンダーは宅配車でした。それじゃあまたね。バイバイ。チャンネルメンバーワンダー隊員大募集。ポポと乗り物のオリジナル壁紙が毎月もらえます。チャンネルページのメンバーになるボタンから登録してくださいね。乗り物ワンダー、郵便車、夢とはがきやお手紙を届けてくれる郵便バイク、そして荷物を届ける郵便車やトラックまで、たくさんの仲間を紹介するよ。未来へつなぐ乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは郵便バイクと郵便車だよ。この辺りに来れば郵便バイクに会えるって聞いたんだけど、あ、赤いバイクがたくさん止まってる。ポポ、ここは浅草郵便局よ。ポポが会いたがっていた郵便バイクがたくさん止まっているわね。でもまだ誰もいないや。ではおはようございます。8時になりました。8時終了開始の方はポストマと D キャットログインをお願いいたします。実は出発する前の毎朝8時頃に全員で郵便体操を行っているの。安全最優先の業務を実践し、事故災害を根絶しよう。よし。これは何をしているの？これは日々運転をする郵便局員さんたちが安全運転スローガンを唱和して事故防止に心がけているの。じゃあね、点呼やります。練習させてもらいます。認証はしましたか？その後点呼、身だしなみチェックなどをして出発しているのよ。郵便局員さんは細かいところまでしっかりしているんだね。でもどうやって手紙を運ぶんだろう？
まずは集荷されたお手紙を配達員さんが区域ごとに仕分けをしていくの。仕分けが終わったら区域ごとにまとめて郵便バイクで配達するの。こんにちは、郵便バイク。手紙やハガキなど荷物は荷台や間のカゴに積んでいくのよ。郵便バイクは手紙やハガキを集めたり配達するのが仕事なの。配達するとき手紙などは後ろの荷台や前のカゴに乗せて、大事な書き留めなどは配達員さんが身につけて運ぶのよ。知らなかったな。あ、ポポ、早速配達に行くみたいよ。あれは何をやっているの？郵便バイクはお仕事に行くときに必ず走行練習を行うの。その日に積む荷物の重さが違うので、まっすぐ走れるのかカーブをきちんと曲がれるのかをチェックして事故がないようにしているの。毎日必ずやっているんだ。すごいね。僕もお手紙を配達してもらいたいな。それならお手紙をポストに入れてどうやって運ぶのか見せてもらったら？書いてみるよ。よいしょよいしょ。あらポポ、もう書けたの？お友達に書いたんだ。このハガキをポストに入れて、あ、集荷の人が来た。へえ、こんな風に手紙やハガキが集荷されるんだ。僕の手紙もよろしくね。このポストに書いてある数字は何？取り集め時刻よ。集荷の人がこのポストに手紙やハガキなどを取りに来る時間が書いてあるの。一日に何度も取りに来てくれるんだね。集めた郵便物はまず大きな郵便局に運んで、局員さんたちがみんなで手分けして整理するの。このハンコは何？これは消印といって、郵便物がいつ出されたか分かるように日付のスタンプを押すの。わあ、すごい大きな機械だ。これは何をしているの？これはね、届ける場所ごとに郵便物を分ける機械なの。郵便物がいろんな場所に仕分けられてるでしょ。本当だ。賢い機械だね。でもどうやって見分けてるのかな？そうねポポ、封筒やハガキに届ける場所の郵便番号を書くわよね。その番号が入ったバーコードを特殊なインクで記載するの。それを機械が読み取ることで届ける場所の郵便番号ごとに仕分けてくれるのよ。なるほど、すごいんだね。ものすごく早いからたくさんのお手紙を仕分けられるね。こうして分けられた手紙は書かれた住所に配達されるのよ。あ、郵便車だ。郵便車は主に郵便物や小包などを配達しているの。ポポも街でよく見かけると思うけど、ここでクイズよ。この郵便車は1日どのくらいの郵便物や小包を届けているでしょうか？ 1、10個、2、50個、3、100個。1日に何回も配達しているからな。3の100個。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は
2の50個でした。あー、今度は自転車が来たよ。郵便自転車は狭いところにも入っていけるから、たくさんの家に素早く手紙や荷物を届けられるの。でも郵便バイクや郵便自転車で届けるには遠い場所はどうするの？その時はこの大きなトラックが運ぶのよ。うわー、郵便トラックだ。遠くの町には何度も行けないから、この郵便トラックで一度にたくさんの郵便物を最寄りの郵便局まで運ぶの。そして運んだ先の郵便局が配達をするのよ。それに手紙やはがきはもちろん、大きな荷物も運んでくれるのよ。郵便トラックは頼りになるな。郵便バイクや郵便車などのおかげで手紙や荷物がいろんな町のいろんな家庭に届くんだね。郵便バイクや郵便車のこと分かったかしら？郵便バイクや郵便車、自転車やトラックなどが力を合わせて大切な手紙や荷物を運んでくれるんだね。今日の乗り物ワンダーは郵便バイクと郵便車でした。それじゃあまたね、バイバイ。チャンネルメンバーワンダー隊員大募集。ポポと乗り物のオリジナル壁紙が毎月もらえます。チャンネルページのメンバーになるボタンから登録してくださいね。道路や橋を作るコンクリートを運ぶ車、コンクリートミキサー車の秘密を探るよ。乗り物ワンダー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ、よろしくね。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車を紹介するよ。ここがコンクリート工場か。コンクリートミキサー車ってどんな形をしているんだろう。ポポ、こっちよ、こっち。これがコンクリートミキサー車か。でも見た目は普通のトラックみたい。横から見るとこうなってるの。これがコンクリートミキサー車よ。あ、後ろの部分に大きな樽みたいなものがあるよ。しかもぐるぐるずっと回ってるよ。コンクリートミキサー車はこの大きな樽でコンクリートを運んでいるのよ。コンクリートってあのコンクリート？そうよ。ここでクイズ。コンクリートミキサー車が運んでいるコンクリートの材料はセメントと砂利と砂。もう一つは何でしょうか？ 1. 炭酸水、2. お水、3. 海水。透明な液だからわかんないよ。ねえ、早く答え教えて。正解は2の水。セメントは水を混ぜることで固まる性質を持っているのよ。いろんなものが混ぜられているんだね。これは何？コンクリートを1日置いたものよ。だいたい1日あればコンクリートは固まるの。音がした。本当に固まっているんだね。コンクリートミキサー車はドラムと呼ばれるこの樽の中にコンクリートを入れて運んでいるのよ。これは
車体の上の部分。ホッパっていう入り口にコンクリートを入れるの。すごい、中はこんな感じで回っているんだね。コンクリートが硬くなってしまわないように常にこうやって回しているの。あれ、ドラムが逆回転し始めたよ。コンクリートをドラムの外に出すときは逆回転させるのよ。Ambulance speeding down the street, helping people when they meet. Flashing lights and beeping loud. Everyone gets あ、 out the コンクリート crowd. が出てきた。シュートという滑り台みたいな部分からコンクリートを排出するのよ。このコンクリート工場でどのようにコンクリートミキサー車がお仕事をしているか見せてくれるらしいわよ。わあ、楽しみ。それにしてもすごい数のコンクリートミキサー車だ。ここには30台以上のミキサー車がいるのよ。あれ、なんでここに違う車がいるの？これはホイールローダーね。コンクリート工場では運んだ砂利などの材料をベルトコンベヤーに乗せて工場で混ぜてコンクリートミキサー車に入れるの。早速コンクリートの材料をショベルですくっていくわよ。Place to place, sky's the limit in this race. Dump truck rolling to the site, hauling dirt with all its might, building castles big and strong. Norimono working long, Norimono wandering the town. ここに入れた砂利はベルトコンベヤーに乗って建物に届けられるのよ。ポポ、混ぜた材料をミキサー車に積みに行きましょう。天井から雨が降ってきたよ。もしかして屋根に穴が開いてる？雨じゃないし屋根に穴も開いてないわ。暑い時期だけこのシャワーでミキサー車のドラムを冷やしてコンクリートが硬くならないようにしているのよ。それじゃあ放出。このコンクリートミキサー車には合計 9.2 トン分のコンクリートが入るのよ。こうやって運ばれたコンクリートが高層ビルや橋の材料になるんだね。その通り。材料の種類や割合を変えることでコンクリートの強さは変わるのよ。みんなが渡る橋が頑丈じゃなかったら渡った人は落ちてしまうわよね。それだと困るから特に頑丈なコンクリートを作るときは特別な材料を使っているの。お仕事から帰ってきたら洗車場に行くのよ。この作業員さんは何をしているの？ホッパについたコンクリートを洗い流しているのよ。コンクリートは早めに落としてあげないと固まってしまうから
お仕事の後はこの作業が必要なの。シュートについたコンクリートもきれいに落ちているね。ポポ、コンクリートミキサー車のお仕事は分かったかな？これからは街中のいろんなコンクリートを見るたびにコンクリートミキサー車と運転手さんにありがとうって感謝しなきゃ。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車でした。みんなも身の回りにどれくらいコンクリートが使われているか探してみてね。それじゃあみんなバイバイ。チャンネルメンバーワンダー隊員大募集。ポポと乗り物のオリジナル壁紙が毎月もらえます。チャンネルページのメンバーになるボタンから登録してくださいね。一度にたくさんの乗用車を運ぶことができるカーキャリア。力持ちで大きいすごい車だよ。自動車をどうやって乗せるのか今日は教えちゃうよ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはカーキャリアだよ。あらポポ、今日はどこに向かってるの？今日はカーキャリアを見に行くんだ。楽しみだな。それはよかったわね。おお、わあ、車がいっぱいだ。ポポ、ここは工場で作った自動車を置いておくモータープールっていう場所よ。でもここにカーキャリアはいないな。普通の車ばかりだし。ポポ、後ろを見て。わあ、これがたくさんの自動車を乗せて運ぶことができるカーキャリアよ。Come on, let's have fun. Riding in the sun. Smiles on every face. Whipping up the bass. ポポ、このカーキャリアの大きさはおよそ17メートル。重さはなんと14トン。アフリカゾウのオス2頭分の重さがあるのよ。これがカーキャリアか。こんにちは。あれ、後ろの方に鉄橋みたいなものがついてるよ。この後ろの部分はトレーラーといって、ここにたくさんの自動車を乗せることができるの。どうやって車を乗せるんだろう。今日は車を乗せるところを見せてくれるわよ。やったー、楽しみ。今日のカーキャリアには何台の車が乗るの？今日はね、上に3台、下に3台、合計6台。6台もすごいな。まずはトレーラーの後ろから車が乗れるように金属の橋を架けるのよ。そして上の段に車を乗せるために上段フロアを下げるのよ。さあポポ、1台目の車が乗るわよ。うわー、1台目は後ろ向きで入れるんだ。すごい狭いところを後ろ向きで入れるなんてすごいな。
そしてポポ、2台目は前向きに入れるのよ。3台目はまた後ろ向きに交互に乗せていくんだね。こうしてタイヤを動かなくさせれば、カーキャリアが走っても車がずれないのよ。上の段に3台乗せたらキャリアを上げて、今度は下の段に車を積むのよ。すごい！下段フロアがまっすぐになった。こうやってまっすぐにして下の段に車を乗せるのよ。あれ？下の段の1台目は前向きで入れてるよ。どうして？ポポ見て、上の車と下の車の前後が逆の方が隙間なく積み込めてるでしょ。本当だ。考えて車を積んでいるんだね。さあポポ、次は下の段の2台目よ。あれ？まっすぐなキャリアをまた下に下げちゃったよ。なんで？それはねポポ、2台目もまた隙間なく車を積むためにキャリアを下げたのよ。見ていて。うわー、危ない！ぶつかるよ。すごい！ギリギリまで隙間なく積み込んでいる。3台目もギリギリまで詰めて積み込むの。そして車の下にフックをかけて固定するのよ。最後に上の段と下の段の隙間をなくしたら積み込み完了。すごい考えられて積み込まれているんだね。でも自動車は自分で走れるのに、どうして運んでもらうのかな？いい質問ね。ここでクイズよ。自動車は自分で走れるのに、なぜカーキャリアで車を運ぶんでしょうか。1、作りたてで遠くまで走れない。2、道路を走れない。3、1台ずつだと迷子になる。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は2の道路を走れないでした。ポポ、乗っている自動車をよく見て。みんな自動車にはナンバーがついていないでしょ。本当だ。よく見たらナンバープレートがついていないや。そう、ナンバープレートがついていないから普通の道路は走っちゃいけないの。なるほど。だからカーキャリアが必要なんだね。ちなみに自動車を1台ずつ運ぶと、運転手さんの数もお金もたくさんかかってしまうでしょ。確かに、いっぺんに何台も運んだ方が便利だもんね。カーキャリアってすごいね。お仕事頑張ってね。バイバイ。今日の乗り物ワンダーはカーキャリアでした。それじゃあ